俺の名前は田原明人、28歳。中小企業に勤めるサラリーマンだ。不動産会社の営業をしている。今日は取引先の佐々木社長のところに向かう予定だ。取引先の会社は大手の IT 企業で上場もしている。うちの会社にとって今回の契約はとても重要だった。出社前、自社の鈴木社長に気合い入れていけよと声をかけられていた。もちろんです。俺は徹夜で作った書類をカバンに入れてやる気満々で会社を出た。しかし俺は寝不足だったせいかドジを踏んでしまう。取引先の会社に到着してビルの前を歩いていたところ、段差につまずいて派手に転び、閉め忘れていたカバンの中の書類を地面にぶちまけてしまったのだ。いってー。俺は散らばった書類の前でうずくまる。膝をすりむいているようだった。あまりの痛みになかなか立ち上がれずにいると、大丈夫ですかと女性の声がする。見上げてみると、とても綺麗な女性がいたので、俺はびっくりした。大丈夫です。こんな格好悪いところを見られたくないと思い、俺は無理やり力ずくで立ち上がる。女性は散らばっている書類を拾い始めてくれていた。すみません、ありがとうございます。俺も焦って何とか書類を拾う。女性は俺に書類を渡した後、心配そうな顔をして、あちらに医務室がありますから行きましょうと言って歩き出した。俺はその後、痛い足を何とか動かしてついていく。医務室までは結構距離があったが、わざわざ遠くまで案内してくれたことが嬉しかった。医務室はこちらになります。案内していただきありがとうございます。俺はなんていい女性なんだろうと感動していた。するとそこに突然取引先の佐々木社長が現れる。志野、田原くんじゃないか。どうしたんだこんなところで。社長。志野、この女性は社長の知り合いなのだろうか。俺の不思議そうな表情を見て、社長は何を考えているか分かったのか。ああ、志野は私の自慢の娘なんだよ。という。そうだったんですか。社長の娘さんだったんですね。今さっき転んで怪我をしてしまって、こちらまで案内してもらったんです。そうかそうか、なるほど。志野さんという女性は、太ってタコのような顔をしている社長とは似ても似つかなかったので、思わず驚いてしまった。では、私はこれで失礼します。足、お大事に。そう言って、志野さんはその場から去っていった。会社に戻ってから、俺は佐々木社長の娘さんがとても綺麗な人だったと同僚に話してみた。あまりにも綺麗な人でびっくりしたよ。知ってるよ。志野さんはすごく美人だよな。実は志野さんはお見合いすることになってるんだよ。何人か候補がいるらしくて、みんな有名な社長の息子だよ。そんな、単なる政略結婚じゃないか。世の中そんなもんだって。結局親同士が決めるんだよ。有力候補が建築会社黒崎の社長の息子の黒崎くんらしいよ。あいつが？候補の一人である黒崎哲也は大学の同級生で同じサークルだった。いつも気取っていて性格が悪く、昔からサークル内では嫌われ者だった。遊んでばかりいて仕事もできないのに、ただ社長の息子というだけで次期社長と決まっていると聞いていた。あんな奴と志野さんが結婚してしまうなんて。同僚の話によると、黒崎は女遊びが激しいらしく、結婚相手は愛ではなく完全にお金目当てで決めると言っていたらしい。
そんな奴と結婚してほしくない。身分不相応だとは思ったが、俺は鈴木社長にどうしても篠さんとお見合いがしたいと頼み込んだ。社長は多分お前じゃ無理だと言ってきたが、なんとか佐々木社長に頼み込んでくれた。俺が篠さんのお見合い候補になったことはすぐに噂で広まる。ある日、佐々木社長の会社に行くと先客がいるようだった。よく見ると、その男性は黒崎だった。学生時代以来だったが、派手なスーツにロン毛。いかにもチャラチャラしている感じは変わっていない。今日は打ち合わせで来社しているようだった。打ち合わせが終わり、会議室から出てきた黒崎は、俺の姿に気がつくと、つかつかと歩いてくる。よう、久しぶり、田原。おお、久しぶり。田原も篠さんとお見合いするんだってな。するよ。よくそんなことができたよな。佐々木社長。会社の付き合いでお見合いだけさせてやろうと思っただけだ。お前みたいな一般人が大企業の社長の娘と結婚できると思うなよ。篠さんの結婚相手は俺だ。黒崎はそう言って俺をギロリと睨みつけ去っていく。俺は悔しくて拳を握りしめた。あんな奴に負けたくない。その後俺は会議室に入った。やあ、田原くん。社長、お久しぶりです。最近なかなかアポが取れなかったので、久しぶりの打ち合わせだった。また新しい書類を作ってきました。俺は張り切って書類を出し、進めていた契約の話をしようとした。すると、社長の顔が急に険しくなり、申し訳ないんだけど、今回の案件は黒崎くんの会社と契約することにしたんだ。何度も来てくれたのにすまない。そんな。俺はがっかりして、とぼとぼと歩きながら汽車した。鈴木社長に報告したが、断られた契約が億単位の超大型契約だったので、相当怒られてしまった。なんてことをしてくれたんだ。黒崎に取られるなんて。お前はもう降格だ。俺は部署のリーダーだったのに降格となり、平社員に戻ってしまった。黒崎のせいで降格になってしまうなんて。俺は悔しくて仕方がなかった。そして数ヶ月後、篠さんとのお見合いの日がやってきた。家を出るといきなり黒塗りの高級車が止まっている。一体誰の車だろうと思って気にしていると、車の窓ガラスが開き、黒崎が顔を出した。おい、先日篠さんとデートしたぞ。篠さんはもう俺に決めたと言っていた。だからお前なんかと見合いするのは時間の無駄と言っていたぞ。もう行くのはやめろ。そんな。俺はその話を聞いて、ショックで心がガラガラと崩れ落ちていく気がした。しかし、会社同士の約束でもある。いきなり見合いを休むわけにはいかない。それでも行かないと。黒崎を無視して前へ歩き出したその時、黒崎が車を俺の方に向け、急スピードで走り出してきた。危険を感じた俺は、とっさに走って車を避ける。すると、そこにちょうど80代ぐらいの杖をついた高齢の男性が歩いてきた。危ない！俺は男性の前に飛び出して身を守ろうとした。しかし俺はそのまま車に衝突し、宙に飛んで気を失った。目覚めると、そこは病室。しばらく何が起こったのか理解できなかった。しかし俺はすぐに思い出す。やばい！お見合いに行かなくっちゃ。病室の時計を見ると、もう午後3時だった。約束は午後1時。
約束の時間をもう2時間も過ぎている。携帯を見ると、鈴木社長からの着信がたくさん入っていた。そこから俺は猛ダッシュで駅に向かう。そして電車とタクシーを乗り継ぎ、お見合い会場の料亭に着いた時には、もう約束の時間を3時間も過ぎていた。着ていたよそ行きのスーツも傷だらけになってボロボロ。しかし、今更買いに行く時間もない。俺はそのままお見合いの部屋に向かう。しかし、店員に案内されたその部屋に入ると、佐々木社長と社長夫人、そして篠さん、そして社長が非常に険しい表情で静かに待っていたのだ。重苦しい空気が流れている。俺は深く頭を下げた。遅刻してしまって大変申し訳ございません。このバカモンが、佐々木社長、うちのバカ社員が本当に申し訳ございません。鈴木社長も佐々木社長に頭を下げていた。こんな日に遅刻するなんて、それでも社会人か。佐々木社長は大激怒していて、言い訳や謝罪はもう通用しない気がした。もう絶望的だ。もうどうせ俺は篠さんに何とも思われていないんだし、結婚なんてできるわけがない。自暴自棄な気持ちになった俺は顔を上げて思わず、まあ別に本気ではなくて逆玉狙いだったんで、と言ってしまう。この言葉に鈴木社長は目をまん丸にして怒鳴った。いきなり何を言っているんだ。失礼すぎるぞ。佐々木社長夫人も驚愕していた。なんでこんな常識がない人をお見合いに？社長の息子でもないですよね。いや、昔から付き合いがある鈴木社長に頼まれたからだったんだが、まさかこんなにダメなやつだったとは。候補にしたのが間違いだった。やっぱり中小企業の紹介じゃダメだってことだな。もう今後は一切あなたたちとは仕事も一緒にしたくない。そんな。楽しみにしていたのに、お金目当てだったなんて残念です。篠さんはハンカチで涙を拭いていた。俺は黒崎の話を聞いて、もうすっかり諦めていたし、篠さんがそんなに楽しみにしていてくれたなんて思いもしなかったので、篠さんの涙を見てびっくりした。篠さんと佐々木社長の奥さんは立ち上がって料亭から出ていく。鈴木社長は黙ったままだった。俺はなんであんな失礼なことを言ってしまったのだろうと後悔していた。それからしばらく会社に行っても、俺は鈴木社長に口を聞いてもらえなかった。そしてある日、急に社長室に呼ばれた。ついに解雇か。そう覚悟して、俺は社長室に向かう。しかし、社長はなぜか笑顔だった。佐々木社長が呼んでるから行ってこい。え？なんでですか？言ってみればわかるさ。なんだろう。改めてお叱りを受けるのだろうか。俺はビクビクしながら佐々木社長の会社に向かう。佐々木社長の社長室に行くと、社長、篠さんと数人の社員がいた。すると篠さんが満面の笑みで俺を指で指し、私、結婚相手はこの方に決めました。と宣言した。俺はあまりに予想外の出来事に驚いてしまう。すると、篠さんは続けてこう言った。田原君は私のおじいちゃんの命の恩人だからです。すると、社長室の扉が開き、俺が先日助けた高齢男性が杖をつきながら現れた。田原君、先日はありがとう。あなたは。なんと、先日助けた高齢男性は、篠さんの祖父であり、佐々木社長の父親だったのだ。
そして黒崎が俺を引いて逃走した時に、佐々木社長の父親は黒崎の車のナンバーを撮影してあったそうで、すぐに佐々木社長に報告したらしい。田原君、遅刻を責めて本当にすまなかった。私の父親を助けてくれてありがとう。私には人を見る目がなかった。黒崎となんか娘を結婚させたくない。娘を守れるのはきっと君だと思う。娘をよろしく頼むよ。そう言って社長は俺に頭を下げた。社長、頭を上げてください。篠さんはとても嬉しそうな顔をしていた。佐々木社長はもともと黒崎を篠さんの結婚相手に推していたらしいが、黒崎が佐々木社長の父親に対してあまりにもひどい行為をしたこと、そして俺が父親を救ってくれたこと、そして篠さんが俺を気に入っていたことを考慮した上で、俺と篠さんの結婚を認めてくれたのだ。その後、佐々木社長が黒崎と交わしていた契約は当然のごとく取り消しになり、俺の会社と契約してくれることになった。鈴木社長は大喜び。そして俺はまたリーダーに返り咲いた。黒崎は佐々木社長の父親を引きそうになったということで、社長の息子であるにもかかわらず会社を解雇されたらしい。実力も何もなく、ずっとコネだけで生きていたようなやつなので、転職もままならず、今は飲食店でアルバイトをしているらしい。半年後、俺は無事に篠さんと結婚式を挙げた。新居に引っ越して幸せな結婚生活を送っている。仕事もうまくいっており、佐々木社長の会社との取引が増えたおかげで会社も上場した。俺は現在課長に出世してバリバリと働いている。これからも佐々木社長、鈴木社長と共に仕事に精を出して邁進していきたい。